皆さんこんにちは、なおです。今回はいつも私が行っているガンプラの撮影方法について解説していきたいと思います。まず最初にガンプラを撮影するにあたって最も重要な機材って言ったら何だと思いますか？高級な一眼レフカメラ、それに高級なレンズ、それとも照明でしょうか？私がもしこの3つの中で優先順位をつけるとしたらこうなります。さらにガンプラを撮影するにあたって他にも重要な道具がいくつかありますので、早速見ていくことにしましょう。はい、まずはこの2つの写真を見ていきたいと思うんですが、実を言うとこの2つ全く同じカメラとレンズで撮影したものなんです。結構違いますよね。いくつか違いを挙げていきます。パッと見てすぐ分かるのが背景がまず違います。左が部屋の壁紙をバックに撮影したのに対して右は黒の背景紙を使用しています。あと写真の色味も全然違いますね。さらにちょっとわざとらしかったんですがポーズも違います。ピントも少しボケてるような感じがします。はい、それではまず背景から変えてみましょう。背景紙にはオーソドックスなグラデーションペーパーや大理石調のもの、あとカーボン調のものなんかもあります。今回使用したのは Amazon で購入したプラスチック製の黒の背景紙です。価格はだいたい2000円くらいだったと思います。背景を変えるだけで結構変わりますね。どうでしょうか？はい、それでは続いて色味の違いについて見ていきたいと思います。今回光源には両方とも LED ライトを使用しています。左側は部屋の天井によくついている LED タイプのシーリングライト、右側は色温度6500ケルビンの LED 電球の光です。シーリングライトはおそらく色温度が5000ケルビンくらいだと思うんですが、光源の位置が天井なのでかなり被写体から離れています。はい、それでは左の写真も右と同じ光源に変えてみたいと思います。はい、さっきとはかなり色味が変わったと思いますが、比較してみるとこんな感じ。はい、左は動画から切り出したっていうのと、あと露出が若干違うのでちょっと違って見えるかもしれませんが、ほぼ同じような感じになったと思います。今回使用した照明はこんな感じになります。ライトスタンドにソフトボックスという光を柔らかくする機材を取り付けて、その中に LED 電球を仕込みました。写真撮影だけであればスピードライトを使った方が LED ライトよりもパワーが出るのでいいと思うんですが、私の場合は動画撮影もあるので LED ライトを使用しています。照明機材はメーカー製と中華製両方使用してるんですが、私のように 2,3 ヶ月に一度しか使わないのであれば中華製で十分かもしれません。はい、続いてポーズを整えましょう。立たせ方なんですが、安彦立ちとか、あと瓦立ち、あと過渡期立ちとかね、検索すればいろいろ出てくると思います。あと模型紙やパケなどを参考にするのもいいと思います。自分の好みの立たせ方で。はい、続きましてカメラについて少し解説していきたいと思います。今回撮影に使用したのは3年前に購入したキヤノンの EOS80D という初心者向けの一眼レフカメラです。レンズは EFS35mm F2.8 というマクロレンズを使用しました。最近この 80D の後継機で 90D というのが発売されました。80D の前に使用していたのがこのキヤノンの IXI55 というコンパクトカメラです。これはだいたい15年くらい前に購入したものなんですが、当時 EOS KISS の新型が発売されてそれと迷ったんですが、自分には多分使いこなせないだろうなと思ってこっちのちっちゃい方のカメラにしました。はい、それでこのカメラで撮影したのがこの写真です。
パッと見そんなに悪くないように感じるんですが、よく見るとかなりノイズが乗っている状態です。これはカメラのせいではなくて、当時私の撮影に関する知識がほとんどない状態だったので、こういう感じになってしまいました。最近ではスマホで手軽にポートレートモードで撮影できたり、あと夜景も綺麗に撮れたりなんかして、低価格帯のコンパクトカメラを買う方は少ないとは思うんですが、もし新しくカメラの購入を検討されているのであれば、ぜひコンパクトカメラ以上のレンズ交換ができるタイプのものをお勧めしたいと思います。具体的なおすすめ機種は後ほど解説します。はい、続いてカメラ以外に必須と言えるような機材があります。はい、三脚です。私はマンフロットの 190T というモデルを使っているんですが、サブで同じくマンフロットの B フリーアドバンスという少し小型なモデルも使っています。三脚は足の部分はもちろん重要なんですが、それと同じくらいカメラと三脚の足をつなぐ雲台という部分があるんですが、それもかなり重要です。私は動画の撮影も行うので、三軸を独立して稼働できる 3way 雲台というのをメインで使ってるんですが、もし写真の撮影だけをするのであれば、接続がボールジョイントになっている自由雲台というものの方が使いやすいかもしれません。よくね、何々だけはいいものを買っとけとかっていうのがあるじゃないですか。三脚や雲台は大切なカメラを支える機材なので、できればちゃんとしたメーカーのしっかりとしたものを選んだ方がいいと思います。はい、それでは三脚にカメラをセットして撮影を始めたいと思います。撮影を始める前にここで一つポイントがあります。それはマニュアルモードで撮影することです。普段撮影モードはオートで撮る方が多いと思うんですが、実際私もずっとオートモードで撮っていました。ただマニュアルモードだとオートよりもすごくいいことがあります。そのいいことを早く教えろよって思うと思うんですが、これから順を追って説明していきますので、ちょっとだけ我慢してください。カメラの入門書などを買うと、おそらく一番最初に出てくる写真撮影とは切っても切れない3つの値があります。 ISO 感度とシャッタースピード、それに絞りです。この3つの値を自動で設定してくれるのがオートモードで、自分で決めるのがマニュアルモードです。他にも絞り優先モードとか、あとシャッタースピード優先モードなんてのもあるんですが、それは今回は省きます。この3つの値、それぞれ何を決める値なのかっていうのを今から簡単に説明します。まずは ISO 感度から。この値、一般的に ISO 感度とかって呼ばれることもあります。この値を大きくすると暗い場所でも明るく撮影することができるようになります。その代わりに値を大きくすればするほど画像にノイズが乗ってしまいます。なのでこの値はできるだけ低く抑えたいんです。一般的に一番小さい値が50とか100で、一番大きい値は 12,800 とか 25,600、 あと 51,200 とかね、カメラの性能によって変わってきます。高級なカメラだとこの値を大きくしてもノイズが乗りにくかったりするんですが、今回はこの ISO の値100で設定したいと思います。室内なのに100で大丈夫なのって思われる方もいると思うんですが、大丈夫だ、問題ない。はい、大丈夫そうなので次に絞り値について説明します。一般的にこの値 F 値って呼ばれることもあります。例えば F1.8 とかね、F2.8 とか聞いたことあると思うんですが、この値を大きくするとピントが合っているように見える範囲、専門用語で言うと被写界深度っていうんですが、これが広くなります。例えばこの F 値が低い状態、F2.8 とかでガンプラの顔にピントを合わせた場合、顔よりも手前にあるライフルの先端や、あと奥のファンネルなんかは少しボケた感じに映るんですが、この値を F16 とか F22 に設定すると、ライフルからファンネルまでピントが合っているように見えるといった感じです。通常こういった物撮りの撮影の場合、被写体全体にピントが合ったように撮影するのが一般的なんですが、もちろん例外もあります。この F 値をどうやって決めるのかっていうのは、
被写体の大きさとかによって変わってくるので、実際に試し撮りをして探すのがいいと思います。じゃあ一番最大値で撮ればいいんじゃないのって思うかもしれませんが、この値を大きくするにつれて絵はどんどん暗くなっていきます。なので全体にピントが合う最小限の F 値を探して設定します。はい、これで ISO 感度と F 値の設定が終わったので、最後にシャッタースピードの設定をしたいと思います。シャッタースピードなんですが、速度を速くすると手ぶれがしにくいので、手でカメラを持って撮影することができます。その代わりに絵が暗くなってしまいます。逆にシャッタースピードを遅くすると明るい絵が撮れます。はい、すでに気づいている方もいらっしゃると思うんですが、この ISO 感度、F 値、シャッタースピードとレンズを通して入ってくる光の量に密接な関係があります。つまり ISO 感度を低く設定すると入ってくる光の量が少なくなるので絵は暗くなってしまうんですが、カメラを三脚に固定することによって手ぶれしにくくなります。なのでシャッタースピードを遅くして入ってくる光の量を稼ぐことができるんです。室内での撮影の場合、しっかりとライトを焚いていればいいんですが、屋外に比べて圧倒的に暗いんですよね。なのでオートモードで撮影した場合、カメラは何を始めるかというと ISO 感度をいじり始めます。なので十分な明るさを確保できていないと勝手に ISO 感度が上がってしまって、さっきのグフのようなノイジーな画像になってしまいます。マニュアルモードだと ISO 感度を固定して他の値で入ってくる光の量を調整することができます。これがさっき言っていたマニュアルモードで撮影することで得られるメリットです。はい、それではシャッタースピードを設定したいと思うんですが、先に ISO 感度と F 値はすでに設定済みなので、シャッタースピードを決めれば入ってくる光の量が確定できます。ライブビューモニターを見ながら適当な明るさのところでシャッターボタンを押すか、オートフォーカスのボタンを押して速攻します。入ってくる光の量のことを露出っていうんですが、入ってくる光の量が多すぎて画像が明るくなってしまうことを露出オーバー、逆に少なすぎて画像が暗くなってしまうことを露出アンダーって言います。オーバーでもアンダーでもないちょうどいいところを適正露出と言います。まずはこの適正露出になるようにシャッタースピードを合わせます。あとは適正露出よりももうちょっと暗く撮りたい、明るく撮りたいっていうね、好みがあると思うので、自分の好みの露出になるようにシャッタースピードを調整します。はい、マニュアル撮影の解説はここまでになりますが、いかがでしたか？マニュアルモードって聞くとちょっと難しいんじゃないのっていうふうに思われがちですが、意外と簡単だなっていうふうに感じていただけたんじゃないかなと思います。今回はライブビューモニターを使った撮影だったので、値を変えることによってリアルタイムにモニターに露出が反映されてすごく分かりやすいんですが、今では当たり前についている機能で、ミラーレスだったらファインダーを除いてもこの機能が使えるんですよね。最初このライブビューの機能を使った時、感動して震えたのを覚えてます。はい、最後にこれからカメラを買おうかなって考えている方におすすめを紹介したいと思います。初心者の方におすすめなのがキヤノンの EOS KISS-M です。液晶はバリアングルなので自撮りも簡単にできるのと、あとタッチパネルで設定を変更できるのが特徴です。もう少し上位機種を狙いたいなという方には、最近発売された同じくキヤノンの EOS M6 Mark II です。画素数が3250万画素なのと、あと1秒間に14連写することができます。いや、俺はいっちゃんええやつが欲しいんやという方には、フルサイズミラーレスの EOS R か廉価版の EOS RP をお勧めします。いずれにしてもね、ヨドバシとかビッグカメラに行って一度実物を触ってみるといいと思います。レンズに関しては最初はキットについてくるレンズでいいと思います。別で買うよりもお得なのと、あと中にはこれ本当にキットレンズなのって思うような良いレンズもあります。ただおまけみたいなもので売っても2足3本にしかならない、控えめに言ってゴミなレンズも中にはあります。
なので少し調べてから購入することをお勧めします。最初からレンズにもこだわりたいという方はカメラボディとレンズを別で購入した方がいいと思います。三脚ですが、国内メーカーで安いものであれば2000円くらいからあります。余裕があれば1万円台くらいの少し良いものを買うことをお勧めします。私は YouTuber 御用達のマンフロットというメーカーのものを使っているんですが、同価格帯であれば国内メーカーと値段や品質はあまり変わらないと思います。ここでも俺はいっちゃんええやつがええんやという方はジッツォというイタリアメーカーの三脚をお勧めします。ただ安いものでも三脚と雲台を買うと軽く10万を超えてきたりするので、品質はいいんですがめっちゃ高いです。はい、というわけで今回はここまでになりますが、いかがでしたでしょうか。この動画に関する意見や質問など気軽にコメントいただけると嬉しいです。この動画なかなか良かったよという方はグッドボタンをお願いします。初めての方はぜひチャンネル登録をお願いします。ここまでご覧いただきどうもありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。